これ知らずにハゲていく人、本当に多いです。どうも、正しい薄毛対策を発信しているハチです。僕もですね、AGA 治療を始めて5年が経過しまして、生え際の M 字が大きく改善しましたが、一方で AGA 治療ってお金と時間かけているのになかなか効果が出ないですよって人も結構いるんですよ。そこで今回の動画では、僕自身の経験や治療に成功した方々の共通点をもとに、本気で薄毛を改善したいと思っているあなたに、絶対に押さえるべきポイントを7つご紹介します。この7つを知ることで、無駄な遠回りを下げて効果が出る治療を最短で進めることができますので、ぜひ動画を最後までご視聴していってください。それではまずポイントの丸1、早期の治療開始。我々の薄毛はね、AGA、男性型脱毛症とも呼ばれたりしますが、こういった病気が原因で薄毛が発症する。そして薄毛が進行していくんですね。で、この病気は進行性の病気です。進行性の病気なので、やっぱこの進行が進んでから治療を始めると、どんなにね、AGA 治療を頑張っても回復が難しいんですよ。これってね、あらゆる病気そうですよね。糖尿病だったりとか、癌だったりとか、腎臓病とか、なんでもいいですけども、早期に適切な対策を始めるっていうのが、どの病気にも共通して言えることです。でね、こちら、ハミルトン・ノート分類というのがあるんですけども、こういったね、分類でいくところの、1から3型ですね。これぐらいの、進行度合いの時に治療を始められると、結構これはね、早期に始めたということで、AGA 治療をしても、負担が少ない薬で治療ができるし、効果も実感しやすいですよと。で、我々の薄毛というのはね、やっぱね、治療を始めるのが皆さん遅れがちなんですよ。ただもうやっぱり人間って連続性があるものには気づかないんですね。不連続だから気づきます。で、やっぱね、僕たちって毎日鏡を見て、ヘアスタイルとか気にしますよ。気にしますけども、毎日同じ光景を見ています。自分のね、顔、自分の髪の毛が突如ある日変わるとかないじゃないですか。基本的には毎日ね、ほぼ同じものをずっと見ていますので、我々の脳はこの違いにやっぱり気づくことができません。なので、ちょっと最近ハゲてきたかなと思った時には、結構薄毛が進行している。10% とか 20% とか進行して、結構ビフォーアフターで違うなっていう状態じゃないと脳が認識できないんですよ。なので、やばいと思った時は結構進んじゃってる。ちょっと最近抜けが増えてきたかなとか、お風呂入った時に髪に植えた時にこの生え際が目立つなとかと思ったら、なるだけ早期に行動することが重要です。じゃあ、どんな行動をするのかなんですけれども、AGA というのは病気なのでね、病気かどうかのまず検査をしましょう。クリニックに行って、あなたが薄毛が発症しているのか、発症しているんだったらそれが原因何なのか、AGA なのか、もしくは他の病気なのかね、円形脱毛症だったりとか、もしくはストレス性だったりもするかもしれません。栄養不足が原因かもしれません。あなたの薄毛の原因を特定して、それをね、解消するための治療をしていく。こういった感じで進めていく必要がありますので、まず違和感を感じたら、すぐにクリニックに行って検査をしましょう。そしてポイントの丸2、継続的な治療の実地ですね。僕たちは、AGA 治療をするときにやっぱ早く治したいわけですね。薄毛というコンプレックスを解消するために治療を始めたわけなんで、すぐ治れば嬉しいじゃないですか。で、僕たちって普段、多くの方はね、長期間の治療をしたことある方って少ないと思うんですよ。薬を飲むにして、例えば風邪をひきました。インフルエンザをひきました。だから内科に行って、解熱剤とかもらいます。そしたら1週間とかじゃないですか。なんで、半年とか1年とか継続して同じね、治療薬を飲むっていう経験をした方って多くないと思うんですね。なので、やっぱその経験がないから、1ヶ月とか2ヶ月は頑張れるけど、半年とか1年とかってイメージつかないなっていう方もいらっしゃると思うんですけども、AGA 治療は基本的にはまず半年間の継続というところが前提として必要です。2、3ヶ月やって特に意味ないなとかと思ってやめてしまうのはこれ非常にもったいないです。また、ミノキシジルなんですけども、ミノキシジル、特に内服薬ですね。ミノキシジル内服薬を使った場合というのは、一定数の方がですね、1、2ヶ月ぐらい目の時に初期脱毛と呼ばれる一時的に抜けが増えてきますよというね、そういったフェーズがあります。で、この時にやっぱり僕たちは強い不安にやっぱ感じるわけですよ。薄毛がコンプレックスで治療を始めたのに、治療薬を使ったらさらに薄毛がね、どんどん加速してしまった。それは不安じゃないですか。で、この時に例えばね、不安になってしまって治療をやめてしまったりすることもやっぱ一定すると思うんですけども、初期脱毛っていうのはこれは普通のプロセスなので、ここは別に気にする必要はありません。ね、いろいろ考えることはね、不安だったりするかもしれませんけども、まずはね、半年間継続をする。これを見た上で、じゃあ効果がなかったなとか、もしくは副作用きついだというところで治療法を変えていけばいいわけなんで、1、2ヶ月で効果を期待しないっていうのがとても大事なポイントなんでね、ぜひここは、長期目線でね、治療をしていきましょう。
そして、ポイント丸3、適切な治療法の選択です。やっぱ AGA 治療ね、病気に対する治療なので、これは医学的にどんなことをすればいいかというところがもう世界中で言われております。で、さらにそうね、これがおすすめですよっていうのはもう基本的にも共通点があるわけです。もう世界中でこれ共通点があるわけなんで、この対策をすればいいわけですよね。1、育毛サロンがとか、1企業が作った育毛剤がとか、そんなの使う必要ないんですよ。じゃあ我々はどんな薬を使っていけばいいかというと、基本的にね、5つ方法があります。1つ目が内服薬ですね。いわゆるフィナステイド、ドゥタツェドと呼ばれる DHT、これ脱毛を引き起こすホルモンなんですけれども、この DHT を抑制する働きがある内服薬の使用。2つ目が塗り薬ですね。これはミノキシジルが入った発毛剤を使っていきましょう。育毛剤とかね、様々なお薬がありますと、日本の上場企業もたくさんの企業が出してますと。でも、一番使うべきなのはこれ発毛剤、ミノキシジルが入った塗り薬。これを使えば OK です。そして3つ目が、低出力レーザーとか、赤色 LED ですね。フィナステイド、ミノキシジルを使っている前提で、さらにね、補助的にね、AGHO の効果を上げていきたいと思っている。そして金銭的に余裕があるんだったら、こういったね、デバイス治療ですよね。これも検討してもいいのかもしれません。そして4つ目、自毛植毛ですね。薬物治療で、ちょっと限界があるなと。もしくは、改善したきてからも、もうちょっと効果をブーストしたいと思ってるんだったら、自毛植毛ですね。唯一の発毛と言ってもいいですね。外科的に AGI が発症していない後頭部の毛を、自分頭頂部だったりとか、生え際とかに植えていくっていう、発毛なので、ある一定以上、薄毛が進行している方にとっては、費用とかはかかるかもしれませんけれども、効果は抜群なんで、クリニックとかよくわかんない幹細胞治療がとか高いのやるぐらいだったら、そんなとこお金使わずに、自毛植毛用にお金を貯めておきましょう。そして、最後5つ目のポイントがね、これはね、おすすめはしないんですけども、ミノキシジルの内服薬です。このミノタブね、通称ミノタブというのは、世界中で今のところどこの国も AG 治療薬として承認はしていません。承認はしていないんですけども、ミノキシジルの塗り薬よりは強力な効果があります。もちろん副作用もあるんだけれども、効果もあります。なんで、例えば塗りミノを使っていて、なかなか効果を実感できたいんだったら、ミノタブ 2.5mg とか、ミノタブ 5mg とかを試してみるっていうのはありかなと思います。なんでね、こういった感じで様々な治療があるんですけれども、大事なのは自分に合った治療法を選ぶことです。薬の効果ね、薬の副作用、AGA の進行具合、これはもう個人差があります。クリニックに行ってみてください。多くのクリニックが何も考えずに AGA の初期症状の方にミノタブをお勧めします。最悪ですよね。ミノタブっていうのはあくまでもう最後の問い出なわけですよ。基本的には最初塗りミノなんですよね。最初に自分に合った低濃度のものを使うから、後にね、ミノタブっていうね、オプションが控えている。だから安心して治療できるじゃないですか。最初から最終兵器を投入してどうするんですかっていう話ですよね。で、僕自身もそうだったんですけども、個人乳をしてる方はね、おそらく、薄毛を早く治したいとか、薄毛はコンプレックスだから、高濃度の治療に手を出す方も一定数いらっしゃると思います。僕も最初はね、ミノタブは買わなかったんですけども、塗りミノの 15% を買いました。15%。でもね、15%、僕にはきつくて、副作用がエグかったんですよ。しかもその後、エビデンスとかを見ていくと、別に 15% が必ずしも、一般的に推奨される 5% よりも効果があるとは限らないっていう論文もあったんですよ。なので、自分はコンプレックスから高濃度の方がいいだろうと思ったけども、結果的にはエビデンス的に見ても、僕のね、体の反応を見ても、僕にとっては最適な方法ではなかったわけですよね。なんで、コンプレックスとか思い込みとかいろいろあると思うんですけど、ここは冷静にね、しっかりとあなたに合った治療法というところを選んでいきましょう。で、これはね、自分自身だけでは難しいと思いますので、しっかりとね、専門医の方ですね。オンラインクリニックとか、とりあえず薬処方しときばええやんっていう感じの先生じゃなくて、ちゃんとね、親身に相談乗ってくれる先生とかと話をして、これは決めていきましょう。そして4つ目のポイントがですね、専門医への定期的な相談です。今ね、ドクターに関しての話もしましたけど、やっぱり AGA 治療ってのはこれ長期戦なんですよ。髪の毛を諦めるまではこれ AGA 治療これずっと継続していく必要があります。なので、治療効果だったりとか、副作用だったりとか、もしくはね、自分で普段気づかないかもしれないけども、血液検査とかした時に換気の数値が上がってないかとかね、こういったモニタリングをしていく必要があります。なので、しっかりと医学的な目線でアドバイスをもらう必要がありますので、専門医のところにし
っかり定期的にね、ご相談しに行くとかね。あとは、こんなこと言っておきながら僕自身はね、AJ クリニックあんま行ってないんですよ。ただ、とはいえね、僕は普段、結構僕は病院大好き人間で、いろんなね、診療科医にですね、予防目的だったりとか、些細なことで相談しに行ったりするんで、定期的にね、血液検査も受けたりするし、フィナスっていうの僕使ってますよ。その前提で相談しに来ましたよって、各診療科の先生に僕言ってるので、様々なバックグラウンドを持っている先生に、その人の知見をもとに僕に対してアドバイスをくれるわけですよ。なんで僕は普段 AJ クリニックの先生に相談せずに50人使っちゃってるんですけども、それとは別に皮膚科だったりとか、泌尿器科だったりとか、内科だったりとか、様々なところの先生に僕はご相談しに行ってますので、結構ね、50人を使ってます。しかも健康診断も受けてますよという方だったらね、ろくに血液検査で自分じゃ換気の措置どれくらい上がってるんですかと、それとも一切把握せずに治療を継続してしまっている方も一定数いらっしゃると思うんですけども、これは非常に危険なので、必ずこれはプロの客観的な視点を取り入れて治療を継続させていってください。はい。そしてね、ポイント5つ目が、健康的な生活習慣の維持です。おそらくね、皆さんも、SNS とか見ると、薄毛対策に関する発信ね、とりあえず AJ 治療をしましょうと。生活習慣とかどうでもいいですよっていう発信見たことある方もね、いらっしゃるかもしれません。で、これは一部正しいんですよ。AJ 治療がセンターピンになるのは間違いありません。生活習慣だけとか、育毛サプリだけとか、育毛シャンプーだけとか、当然ね、これ AJ 治んないんですよ。これは正しいんですけども、さっきも言ったように AJ 病気なわけですよ。当は病気なので、当然ですけどもね、健康的なライフスタイルって大事じゃないですか。癌だったりとか、糖尿病だったりとか、腎臓病とか、風邪とか何でもいいですよ。巡り巡ってやっぱライフスタイルって影響してるじゃん。実際に AJ というのは、タバコだったりとか、食生活だったりとか、ストレスだったりとか、血行不良とか、栄養不足とか、様々なものが関係してますよっていう論文出てますので、AJ 治療はしつつも、ただプラスアルファでね、健康のベースで整えるね、AJ 治療の効果を最大限出すために、健康的な生活をしていきましょうっていうのは、これ非常に大事なアプローチです。じゃあどんなことをしていけばいいのかというと、基本的には3つですよね。食事、運動、睡眠です。で、今回それぞれに関する簡単ちょっとね、アドバイスの方もご紹介しますので、あなたの普段のね、ライフスタイルをこの機会に見直してもらってね、健康のベースラインを上げていきましょう。で、まずね、栄養に関しては、こういった栄養素ですね。どれもこれは髪の毛にとってね、大事な栄養素なので、これがね、欠乏してくると、やっぱ髪の毛に良くないわけです。なんで、こういった栄養素は普段自分がどれくらい取っているのかというところをしっかり把握をして、大抵のところはね、できれば食材で、食材が難しかったらサプリメントとかも使って補っていきましょう。で、簡単に食材とかもご紹介して、例えばタンパク質だったら、鶏肉とか、魚とか、大豆とか、卵とかですよね。で、ビタミン B とかだったら、レバーとか、ナッツとか、フルーツとかね、感じですね。亜鉛だったら、牡蠣とか、ナッツとか、鉄分だったら、レバーとか、ほうれん草とか、ひじきとか、オメガ3脂肪酸だったら、サーモンとかね、くるみとか、サバとかね、ビタミン D とかもそうですよね。サーモンとか、サバとか、魚系だったり、キノコだったりとか、卵とかね。あと、ポリフェノールだったら、緑茶とか、カカオとか、ブルーベリーとか、週2回だけでもいいから、外食せずに自炊してみようかなとか、悪い食事をいい食事に置き換えていくと、ほんとこれね、3ヶ月、半年ぐらいで、全然これ変わってきます。僕もね、めちゃくちゃ実感してますので、ぜひね、あなたの食生活見直してみてください。またこれはね、髪の毛だけじゃなくて、アンチエイジングだったり、美容だったり、健康だったり、ダイエットだったり、様々なところ、ほら、いいメリットがあります。ほんとね、一石何鳥って言えないぐらい、ほんと様々なメリットがありますので、ぜひここはね、取り組んでいきましょう。それでがね、適切な運動ですね。こんな感じでちょっと推奨したいことは結構あるんですけども、ちょっと簡単にちょっとね、ご紹介したいんですけども、まずね、ウォーキングとか、軽いジョギングですね。これもがっつりやる必要ありません。ほんとね、歩くだけで全然これはね、カロリーを消費してくれます。運動というのはこれ、消費カロリーを増やすためにやっていますので、ほんと1日ね、10分とか20分でも最初はいいですよ。歩くだけでも全然カロリーね、消費量変わってきますので、これまず意識的にやっていきましょう。あとは、筋トレね。これもね、ジムに行く必要ありません。家帰ってきた時に腕立て伏せ10回だけやるとか、スクワット10回だけやるとかでも全然 OK です。自重トレーニングで OK です。で、もし自重トレーニング慣れてきたら、5キロとか10キロのダンベル買って、それを使って例えばね、こうやってね、ダンベルやるとかでもいいわけですよ。ジムに行く必要はありません。ね。最初は本当簡単なものでいいですので、ちょっと筋トレを試してみてください。あとはね、めちゃくちゃこれおすすめなのが、エレベーターとかエスカレーターを使わずに階段を使うです。結構ね、この階段を使うかどうかだけで消費カロリー全然違うんですよ。朝の通勤ね、乗り換えの時とか、帰宅の時もそうです。デパートに行った時もそうです。もう1フロア、2フロアだけでも全然これ消費カロリー変わってきますので、意識してみましょう。あとは、普段デスクワークの時にね、例えば30分とか1時間ごとに休憩をとって、ちょっとね、
立ってね、階段上り下りするとか、ピラティスそのちょっとやってみるとか、スクワットでやってみるとかっていう、ちょっとだけでも全然 OK なんで、ずっと同じ体勢で座っているって本当よくありません。本当ね、血流も滞っていきますのでよくありませんので、定期的に30分から1時間ごとにちょっと体を動かす。それによって、頭の回転もね、集中力上がっていきますので、生産性も上がっていきます。一石二鳥なんで、ぜひこれもね、意識していただけたらなと思います。そして、最後。質の高い睡眠ですね。これもね、アドバイスね、これ結構あるんですが、睡眠は本当に大事ですね。日本というのは、先進国全般ですけども、睡眠不足がこれ国民病なんですよ。もう人間が唯一の生き物ですよね。睡眠を制限するっていう、自ら制限する生き物というのは人間だけですからね。生き物としては愚かな行為なわけです。僕もね、やっぱ睡眠っていうのは、やっぱ楽しいことがあるとね、おろそかにしてしまいがちなんだけれども、ただやっぱ睡眠をしっかりとった方が、まず髪の毛にもいいですよね。で、成長ホルモンが分泌されますのでとかね。美肌とかもそうですよ。アンチエイジングもそうですよ。健康、免疫力とかもそうですよ。すべてに影響してきます。じゃあ、どんなことをしていけばいいかと、まずは、睡眠の量ね。質の前にまずは量を意識しましょう。最低でも6時間。できれば7時間から8時間確保してください。これね、ベッドにいる時間じゃないですよ。それ、寝てる時間です。結構これね、睡眠の効率性だって、これね、だいたい80%とかなのかな。なんで、7時間ベッドにいても、その80%しか実は寝てなかったりするんですよ。特に寝るときにスマートフォンとか持ってベッドに入ったらもう最悪ですよね。もっと効率性は下がると思います。なので、睡眠時間を最低6時間、できれば7時間以上確保しましょうと。あとは、寝る1時間前は、スマートフォンとかパソコンの使用を控えてください。もしかしたらこの動画もね、寝る前にも見てるかもしれないんですけども、寝る前はスマートフォン、PC はダメ。なんでかっていうと、このブルーライトがそもそも睡眠妨げますし、さらには、この映像とか見た時にやっぱ頭が活性化するじゃないですか。活性化したものを人間ね、いきなりね、スイッチを切るかのように、ブレーカーを落とすことはできないんですよ。ね、寝ようと思っても、やっぱ頭が活性化してきたら、緩やかにこの活性化ぐらいが落ち着いていきますので、やっぱ入眠まで時間がかかるんですね。すぐ寝つくことができません。で、これね、すぐ寝つけなかったらどう思いますか？ベッドの中でうなされてしまったりとか、眠れないからじゃあちょっとスマホ触ろうかなと思って、これも2次被害、3次被害どんどん拡大していくわけですよ。なので、寝る1時間前からできればスマートフォンとかパソコンとかは電源を切る。できれば部屋の外、玄関とかに置いちゃう。物理的にも視界の中に入れないようにして、もうリラックスした環境を作っていきましょう。で、3つ目のポイントが今、リラックスというふうに言いましたけども、リラックスした時間を意識的に作ってほしいんですね。これは読書だったりもそうです。瞑想とかでもいいです。リラックスした BGM、ジャズとかクラシックとか流すともいいですよ。こういったリラックスした時間を作ることによって、心を落ち着けていく、脳みそをオフにどんどんしていく、じわじわとオフにさせていって、じゃあ寝ようかなと思った時に、すっきりとこれはね、ブレーカーを落とせるようにしておくっていうのはとても大事なんで、できれば寝る。30分から1時間前ぐらいにはリラックスした習慣ね、これをちょっとね、作ってみてください。あとは、食事ですね。できれば、寝る2時間前には食事を控えましょう。一部の研究では寝る直前にキウイとかを食べたりするとね、睡眠質上がりますとかっていう研究もあるんですけど、やっぱり多くの方はじゃあ食べようと思って食事をしてしまったりとか、ジャンクフード食べてしまったりとか、お酒飲んだりとかするかもしれませんけど、やっぱりそれは良くないわけですよ。やっぱこの胃がね、働いてしまうと当然睡眠に対して影響も出てきますし、お酒とかもね、寝つきは良くするかもしれないけど、睡眠の質はやっぱ悪化しますので、これもよくありません。なんで基本的には寝る2時間前には食事とか飲食を終わらせるとかね。あとはね、これ一番ね、これね、油断大敵なのがカフェインです。カフェイン。でカフェインの影響、これ、人によって違うんですけど、半減期、カフェインの影響が半分に低下する6時間から8時間って言われてます。6時間から8時間でも、これね、半分なんですよ。もうずっとこれカフェインの影響残ってるんですよ。なので、結構僕もね、夜の7時とか8時に多分カフェとか行ったりすることあるんですけども、その時間でも平気でスタバとかで、例えばコーヒー頼んでたりとか、なんとかフラペチーノとか飲んでる人いるんですけども、そこへ飲んでるカフェインが実はその人の睡眠を阻害しているんですよ。本人はね、いや、別に私コーヒー飲んだの、別に3時間前とか4時間前だから別にそれは何も影響ないと思ってる。でも実はそのコーヒーがあなたの睡眠を邪魔してるわけですよね。だからカフェインってのはこれできれば6時以降は飲まない。夕方以降は飲まない。さらに言うともっといいのは午後は飲まない。午後になったらカフェインレスを試すことね。僕もね、カフェインレスコーヒーとかカフェインレスの紅茶とかは家に置いてます。あとルイボスティーとかね、カモミールティーも僕は家に常備してます。午後はそういった飲み物に切り替えて、お水、炭酸水以外はこういったカフェインレスを飲むようにするという感じでね、やっ
ってますので、ぜひこれ意識してみてください。あとね、お茶系とは結構カフェイン入ったりするんで、これもほんとね、油断大敵です。あとはね、寝るときは寝室をね、真っ暗にする。やっぱ光が入ってくるとね、睡眠の邪魔になってきますので、できれば電気も消す、カーテンも全部閉める、真っ暗な状態で寝るようにしていきましょう。なんでね、こんな感じでね、はい、まとめたスライドの方もご紹介しておきますので、ぜひね、復習の方に役立ててください。はい。そしてね、ポイント6個目がですね、正しい頭皮ケアの実践です。頭皮ケアに関してはぶっちゃこれ AGA が劇的に改善するとかはありません。なんでね、育毛サロンとかでも頭皮ケアクレンジングとかありますけども、あんな別にどうでもいいんですよ。どうでもいいんですけども、ただこうやってさっきも言ったけども、ベースラインね、頭皮環境がじゃあズタボーだったらやっぱり AGA 治療をしても、AGA 治療の効果を最大限引き出すことができませんので、ちゃんと AGA 治療の効果を出すために頭皮環境を最低限整えておきましょうねってことで今回ご紹介していきます。まず一つ目が、過度な洗浄を避ける。例えばね、朝晩お風呂に入ってシャンプーめちゃくちゃしますよとかね、いらっしゃると思うんですよ。ただこれもやっぱり乾燥とかにつながっていきますので、皮脂を取りすぎてしまって乾燥して、フケとか痒みとかにつながっていくとかってなってくると、やっぱ AGA 治療をするときにやっぱね、敏感に反応しちゃうじゃないですか。ミノシジルを使ったときにかぶれてしまうとかね、こういった可能性もあると思いますので、過度な洗浄を避ける。そして適切なシャンプーを選びましょう。薬用シャンプーとか基本おすすめしません。シャンプーって、もともとそもそもとしてやっぱり結構洗浄力強いんですよ。薬用とかってなってくると、さらに洗浄力が上がってしまうんですね。洗浄力が強い、刺激が強い、皮脂がごっそり取れてしまう、乾燥とか繋がっていく。結構これはやっぱ厳しいんですよ。なので、できるだけ、肌に優しいシャンプー、髪に優しいシャンプーを使うように意識をしていきましょう。あとはね、栄養で言うと、十分なタンパク質を摂取してください。やっぱ髪の主成分っていうのはケラチンで、これやっぱタンパク質がね、やっぱ大事ですので、やっぱこれタンパク質はもう体のもう全てにとって大事なんですよ。足んなかったら、髪に送るタンパク質制限されますよ。内臓とかね、筋肉とかの方にやっぱ優先的に配分されていくじゃないですか。なので、全身にまんべんなく使えるようにタンパク質の量っていうのは意識してみてください。じゃあどれくらい取ればいいのかっていうと、体重かける 1.6g ぐらいまでは筋トレをしていなくても効果があるって言われてるんですよ。なんで、体重60キロだったら 100g ぐらいですかね。これぐらいの量は意識的に取った方がいいです。あとは、亜鉛とか鉄分とかもですね、これはね、結構育毛サプリとかって言うとお勧めする人もいるんですけども、別に亜鉛とか鉄分取ったからといって育毛は促進されません。むしろ、亜鉛とか鉄分が足りないと脱毛を引き起こすかもしれませんよってことなんで、できれば食材とかで取りつつ、足んなかったら鉄分とサプリメントとかも活用してね、亜鉛とか鉄分とか取っておきましょう。あとはね、紫外線対策も一部ね、頭皮に影響するとかっていうのもあったりするんで、夏場とか特にね、帽子をかぶるとか、日傘を使うとかね、あと日傘とかっていうのはこれ紫外線防止してくれますので、肌の老化にもいい影響があります。やっぱね、我々の老化のね、肌の老化の、ほとんどがやっぱ光老化と言われている、紫外線原因と言われておりますので、シミとかシワとかね、こういったアンチエイジングの観点で言うと、この紫外線防止っていうのはすごく大事なので、日傘を使うってところも、とても大事なポイントかなと思います。なのでね、こういったところをぜひね、頭皮ケアね、頭皮ケアをしたからといって AGA の効果がじゃあ抜群に上がるかっていうそういうわけじゃないと思うんですけども、最大限引き出すためには大事なね、ポイントかなと思いますのでね、ぜひこちらの方も意識してみてください。はい。そしてね、最後のポイントがですね、期待値の調整です。これね、一番大事かもしれない。でね、やっぱこの AGA 治療って結構過度な期待をしている人多いと思うんです。例えば、若い子のようにふさふさな髪の毛を取り戻せるとかって、やっぱ期待しちゃう人いません？治療の成果体験談とかね。でね、ビフォーアフターめちゃくちゃ変わってるとかっていう写真とか見たら、自分を期待しちゃうじゃないですか。ただね、AGA 治療の目的というのは、薄毛の進行を止めて、可能な限り発音を促すっていうことなんですよ。可能な限りね。もちろんこれ、AGA の初期段階とかで治療を始めることができたら、めちゃくちゃね、ふさふさなのかもしれません。僕も結構やっぱ髪はふさふさになりました。でもやっぱり効果には個人差があるし、効果が出ない人も一定数いるわけですよね。なので、あまりにも理想を高く持ちすぎてしまうと、思ったほど効果出ないなとかって思ってしまって落ち込むかもしれないですし、エビデンスが不足しているけども、クリニックが提供する高い治療とかあるじゃないですか。幹細胞なんとかとか、ああいったのに、手を出しちゃうかもしれませんよね。ネットで見たよくわかんないサプリとかさ、育毛界隈の人が発信するよくわかんない育毛情報とか信じちゃうかもしんないじゃないですか。それでね、時間とかお金とか無駄にしてね、さらに落ち込むかもしんないわけですよ。
なのでこれは過度な期待をせずに、冷静に現実と向き合う。冷静に期待値コントロールを行って治療を継続していく。これがね、とてもやっぱ大事なんですよ。また、そもそもとしてね、僕たちのヘアサイクルってこれ限界があるんですね。髪の毛にはこれ成長期、退行期、休止期っていうサイクルがあって、これをね、一つとした場合に、人生で例えば20回とか40回みたいな感じで、サイクルの回数が、限界値が決まっているんですよ。で、AJ が発症すると、このサイクルというのはどんどん短くなっていきますので、より早くサイクルを消耗してしまいますよというところで、剥げてしまうんですけども、やっぱりこれ、どんなに早くじゃあ AJ 治療を始めないと思うんですよ。ヘアサイクルで限界があるので、いつかね、剥げる可能性があるわけですよ。なので、これはやっぱもうね、どこかで薄毛を受け入れるっていう考え方はすごく大事だと、これは僕思ってるんですよ。僕まだね、この境地には至ってないんですけども、やっぱね、いつか薄毛を受け入れなくちゃいけない。もうジェイソン・ステイさんとかね、俺はハゲてるからかっこいいんだぜっていう風にドヤ顔をして言ってるようななんかありました画像ありましたよね。あんな感じで、薄毛だけど、俺は生きてるぜっていう風な自信を持てるような男になるってとても大事だと思うんですよ。どうやって自信を持つか。多分薄毛になるとね、自信が失われていきますけども、他のところで自信を持つ必要があるんですよ。例えばそれは仕事で成果を出して、なんか経済的余裕を持つとかね。もしくはめちゃくちゃ鍛えてかっこいい肉体を作るとかね。肉体ってのは裏切りませんから、しっかり鍛えて厚い胸筋とかね、割れた腹筋とかを手に入れるとかね。あとはファッションとか清潔感を意識して、もう自分流のなんかスタイル、雰囲気を出していくというね。やっぱね、ツルッツルでも、かっこよくなんかスッとスーツを着こなしたりとかして、かっこいい男性めちゃくちゃいるじゃないですか。薄毛対策についてね、発信してる僕が言うのもなんですけども、所詮髪の毛なんですよね。僕も悩んでますよ。めちゃくちゃ悩んでるけども、ただ周りから見たら、所詮は髪の毛なんですよ。だから自分もそういうふうに思えたら、割り切って、ね、他のところに魅力出そうって頑張れるじゃないですか。なんで AJ 治療を含めて正しい薄毛対策をしていきつつも、いつか剥げれるかもしれない。この未来に備えて、今のうちから仕事を頑張るとか、体を鍛えるとか、メンタルを鍛えていくとかね、いろんなことをして男としての魅力を上げていくっていうのは、とても大事な考え方だと思うんですよ。AJ 治療っていうのはね、本当に山あり、谷ありなんでね、本当そこに一喜一憂されないメンタルを作っていく。これもね、とても大事なポイントかなと思います。はい、ということでね、今回はこんな感じでね、ポイント7つご紹介させていただきました。おそらくですね、僕の動画本編見てくれた方の中には、今の自分の治療合ってるかなって不安な方もいればですね、もっと育毛促進していきたいなっていう方もいらっしゃると思いますし、あとはね、この悪徳な AJ クリニックとか育毛剤の、クソみたいな裏側ですよね。そういったなんか、もうドロドロした話をもっとなんか詳しく知りたいって人もいると思うんですよ。で、僕自身もこういった、クソみたいなね、育毛ビジネスに騙されない被害者をね、騙される被害者を減らすために僕は発信をしていますので、ぜひこんな方はね、僕の薄毛治療の基本マスター講座、これ無料メルマガ講座なんで、こちらの方を参考にしてください。概要欄を貼っておきますのでね、読んでくれた方のね、レビューも、評判もめちゃくちゃいいですので、ぜひね、あなたの薄毛対策にね、役立てていただければなと思います。でね、最後ちょっとね、今回ご紹介した7つのポイントをご紹介して終わりにしたいんですけども、まず1つ目が、早期に治療を開始していきましょうと。2つ目がね、継続的にね、治療をしていきましょうと。最終的にやっぱ半年から1年ぐらいはね、やっぱ様子見ないと効果があるかどうかわかりませんよとね。3つ目が自分に合った適切な治療法を選んでいきましょう。4つ目が、専門家ともしっかり相談をしてね、客観的な視点を取り入れていきましょうと。5つ目が、健康的な生活習慣を取り入れて、あなたの健康のベースラインを引き上げていきましょうと。6つ目が、頭皮ケアですね。そして7つ目が、期待値の調整。こんな感じでね、ポイント7つご紹介させていただきました。少しでもね、お役立ったら嬉しいのでね、ぜひ参考になったよという場合はね、グッドボタンでリアクションしていただけると嬉しいです。ぜひ、次回の動画でまたお会いしましょう。